今回は現在人気のポニー系モデルの使い方などを紹介したいと思います。ポニー系のモデルは現在いろいろな派生モデルが数多く登場しており、使い勝手も良くなってきていますが、本家のモデルは海外アニメのお馬さんのモデルです。海外の紳士が大変な手間暇をかけて作り上げた紳士専用のモデルということです。どうやら結合を伴うような画像に強いとかなんとか、何のことやらよくわかりませんが、最大の特徴はトレーニングに使用した130万枚の画像に高精度なキャプションがついているとのことです。これにより生成精度が異常に高いモデルとなっています。最大の特徴としては品質系プロンプトにスコアタグを用いることです。このようなプロンプトをつけることで品質が上がります。注意点としては、マージモデルに本家と違う許諾をつけるに×がついているため、ポニー系のモデルで生成した画像を公開する際はクレジット明記が必須となるのでご注意ください。私の使っているモデルは現在この3つなのですが、今回はこちらのアニメ系のモデルを使用していきたいと思います。公式でのプロンプトの記述方法は次のような書き方が推奨されています。タグの順番、スコアタグ、品質タグ、生成したい画像の詳細の補足タグ。このような順番でプロンプトを組むことが推奨されています。自然言語の記述について。ポニーは自然言語の理解力がある程度高いため、通常の英文で人物が何をしているかを記述しても問題はないようです。さらなる具体的な描写が必要な場合は、従来の SD モデル同様に、個別にタグを補足として使用すると良いでしょう。ではスコアタグについて見ていきましょう。ポニーの学習データには AI と人間の両方によって評価された点数によるスコアを4から9点の範囲で画像にタグ付けされています。このシステムは画像の品質を数値で示し、ユーザーが高品質な参考画像を選ぶのを容易にします。具体的には、スコア9は9点の画像、スコア8アップは8点以上、スコア7アップは7点以上の画像を指します。公式では、スコア6アップ、スコア5アップ、スコア4アップまでのタグが提供されていますが、実際にはスコア9、スコア8アップ、スコア7アップまででも大丈夫なようです。低いスコアの画像は品質が低いとみなされるため、ネガティブプロンプトとして扱う方が良いでしょう。ただ、4から6のスコアをネガティブプロンプトに記述しても、それらの画像を遠ざけるわけではないとのことですが、効果がないとは言っていないとかなんとか。ということで最初にこのようにスコアタグを記述すると良いでしょう。次に品質タグになりますが、こちらは人外のものを生成する場合は、スコアタグが完全に機能するため、不要となるようです。ただし学習データに収録された人間のデータを参照する場合は、データソースで使われているだろう従来の品質系プロンプト、マスターピースなどの品質タグが有効となります。おそらくほとんどの紳士の方は、人間の画像を生成すると思うので、おまじない代わりに品質タグを記述しておくのもありですね。追加でもう一つの品質タグ、ソースタグについても見ていきましょう。ポニー独自のこれらのタグは、ソースポニー、ソースファリー、ソースカートゥーン、ソースアニメ。これら4つのタグで学習されており、これらは学習した画像の大まかな分類として機能します。ソースポニーはポニー、つまり例のお馬さんですね。ソースファリーは獣や獣人。ソースカートゥーンはカートゥーン、パワーパフガールやスポンジボブなどの海外で親しまれている作風のことですね。日本ではあまり馴染みがないため、拒否反応が出る方は、これらのタグをネガティブプロンプトに記述しておくと良いでしょう。最後にレーティングタグですね。ポニー系を使う場合、従来の H 値系タグ、NSFW や SFW ですね。これらは使用せずにレーティングタグを使用します。具体的には、H 値ではない画像にしたい場合は、レーティングセーフ。これを記述すればセーフです。これらは健全な画像生成をしてくれるでしょう。レーティングクエスチョナボー。このタグを使用すると、アンダー的な何かは見えないけれど、やっちゃいました。
といった紳士的な画像を生成してくれるようです。レーティングエクスプリシット。こちらは紳士御用達のレーティングタグとなっているとのことです。なお、レーティングを記述しない場合は、何でもいいんだね、って認識になるため、エチチな画像を生成されたらあかん人は、レーティングセーフをおまじない代わりに記述しましょう。その他のパラメータに関しては、クリップスキップは2、サンプラーはオイラー A、ステップ数は25が推奨設定となっています。このあたりはいろいろ試してみると面白いかもですね。ネガティブプロンプトについてはこのようなプロンプトが推奨されているので、私はそのまま使っています。ではアニメ系のこちらのモデル、セブンスアニメ XL を使用して画像を生成してみましょう。このモデルは、従来の SD 系のような雰囲気の画像が生成される傾向にあるモデルとなります。書き方は推奨されている通りに、最初にスコアタグ、品質タグ、その後に画像の詳細を記述してみましょう。あと、念のためレーティングセーフをつけさせてもらいますね。紳士の皆さんはお家に帰ったらレーティングセーフを外してください。このような可愛い画像が生成されます。最高かよ。ここからはいろいろ検証していきましょう。ポニー独自のタグ、ソースタグをそれぞれ試してみますね。この画像を生成した設定とシード値で、ソースタグだけ入れ替えていきます。ちなみにこの画像はソースアニメというタグを使用しています。ソースポニー。はい。これは誰が見てもポニーが出ちゃってますね。私の可愛いポニーが融合されて出てきています。実際に生成してみると、これはなかなか可愛いんじゃないでしょうか。ソースファリー。これは獣や獣人が出るらしいのですが、想像していたものよりもずっと可愛い画像が出ましたね。というよりバチクソ可愛いです。ソースカートゥーン。これはスポンジボブ的なあれになるのかと思いきや、特に特筆するような変化は見られませんでした。後から気づいたのですが、先ほどの検証に使用したプロンプトの、ネガティブプロンプトにソースポニーとソースファリーが入った状態での生成でしたので、先ほどの条件からネガティブにあるソースタグを消して生成してみたらこうなりました。先ほどまでのナチュラルな擬人化とは違って、獣要素が強まりましたね。今回の使用モデルでは、ネガティブとの両立でこれらのソースタグを併記すると、生成結果がマイルドになるという検証結果になりました。この2つのソースタグは使えそうですね。次は画像生成のステップ数を調整することで、生成される画像の品質やスタイルにどのような変化が見られるのかを検証してみましょう。ステップ数に応じた画像の変化は次の通りです。意外と10ステップでも十分に綺麗な画像が生成されるようです。これは初期段階で基本的な構造や色彩が適切に調整されていることを示しています。5ステップごとの変化に注目してみましょう。だいたい5ステップごとに絵柄が変わる傾向があるようで、これは生成プロセス中のパラメーターが段階的に適用されていることを意味します。この感覚でスタイルの変化を観察することができるため、異なるアーティスティックな表現を試すのに適しています。17から20ステップはどうでしょう。個人的には17から20ステップの結果でも問題ない印象を持ちますがどうでしょう。若干コントラストが弱い印象を受けますが、低コントラストの画像が好みの場合は、生成時間も短縮できるのでいいかもしれませんね。各ステップでどのような変化が起こるかは、使用するモデルやそのパラメータ設定に依存しますが、お好みに応じてステップ数を調整し、望む画質やスタイルを得ることが可能となります。特定のステップ数で止めることにより、求めるアートスタイルや表現に適した結果を得ることができる場合もあるので、今回の検証結果を参考にしてみてくださいね。次に CFG スケールも上下に振ってみました。7を基準にした場合、以下のような変化が観察されます。CFG スケールが6以下。コントラストが希薄になり、画像の明暗や色彩の差が減少しています。これは画像がより均一な色合いを持ち、細部の区別が難しくなることを意味します。CFG スケールが7から9。コントラストが濃くなり、
色や明暗の差がはっきりとしています。この範囲では、画像のディテールが鮮明に表現され、視覚的に魅力的な結果になってきています。7を基準にいつも生成している場合は、コントラストが足りないなと感じたら、少し上げてあげると最良の結果を得ることができると思われます。CFG スケールが9を超えてくると、ディテールが破綻し始め、画像がオーバープロセスされることで不自然な効果が生じています。この状態では、細かい部分が過剰に強調されたり、意図しないアーティファクトが発生する可能性があります。CFG スケールを高く設定することで、より強いコントラストと鮮明なディテールを求める方には適していますが、過剰に高い値は画像の品質を損なうこともあるため、使用する際にはバランスを考えることが大切ですね。今回はポニー系モデルについてご紹介しました。生成される画像の画風などの検証もメンバー限定動画でやっているので、よかったらご覧くださいね。それはあなたにとって